はい、それではね、チワワのね、レッスン動画始まります。まずはね、ベースを作っていきます。で、ベースはね、何を作るかというと、まずこの2つの図のような形を作っていきます。猫の時と一緒ですね、基本的には。で、まずはね、丸の直径だいたい4センチくらい。で、高さ 1.5 センチ。で、もう一つ、砂糖の切り餅みたいなやつね。前回猫の時はね、真四角だったんだけど、今回はね、下の首の部分に当たる部分はね、こういう風になだらかにね、最初からこういう形にしてしまおうという風にやっていきます。はい、それじゃあね、実際に作っていきます。はい、それではね、実際の作業に入っていくんだけれども、ちょっとね、作業のね、動画を回すスピードを 2.5 倍速にします。本当はね、間延びするんで、もうちょっとね、早めてたんだけど、以前の動画とかもね。するとね、どうしてもこの速度が速すぎて、ちょっと何をやってるかこう、見れない部分があったみたいなので、ちょっとね、速度を落とします。で、2.5 倍速にしてるので、ちょっと速いなって感じる人はね、再生速度を落としてね、見てください。それとね、動きがわかると思うので。で、このベースを作るときにすごく気をつけてほしいのが硬さで、みんな硬くしようとしすぎで、逆にやわすぎんでもダメだよ、もちろん。だけどある程度の硬さが必要なんだけど、だからといってガッチガチに固める必要はないからね。で、ガチガチにしちゃうと何が起きるかっていうとさ、みんな分かってると思うんだけど、このニードルフェルトっていうのはこのニードルで刺してね、でニードルにさ、針にさ、返しがついてるでしょ、細かくね。で、返しに毛を引っ掛けて他の毛と絡ませるっていうことで、こう固めて形を作っていくっていう技法だから、これね、それを針だからさ、どうしても刃物と変わらないんで、金属でね。で、それを何回も何回も刺してると何が起きちゃうかっていうと、この羊毛の毛、繊維自体を中で何度も何度も刺すことによってみじん切り状態になっちゃうのね。するとある程度の毛の長さがあるから絡められるのに、みじん切りになっちゃうとさ、もうなんていうかの、繊維がこう細切れになっちゃって絡む要素がなくなっちゃうっていうか、絡む長さがなくなっちゃうから、するともう中でね、固めようとした結果、もう細切れになっちゃって全然絡まってくれなくて、もうサクサクになっちゃう。それを防ぐためにはもう刺しすぎ注意しかないので、あまりガチガチに固めないっていうことをね、ちょっとまず注意してください。普段自分が固めすぎだなって思ってる人はね、少しね、やわめぐらいでいいから。やわかったら作ってる途中で、あ、ここ柔らかいなと思ったらその分だけ足してね、少し硬くしてってね、修正することはできるんだけど、ガチガチに固めちゃうとそれをやわくしてあげることはもうできないから、ちょっとね、固めすぎに注意というところでね、やってみてください。はい、画面の方はね、今ね、こう固めていったんだけど、なんていうかな、薄かった部分、やわかったところに少しずつまた毛を足して補強してってやってるんだよね。で、ざっくりとでいいんだけど、だいたい4センチくらいで、高さが 1.5 センチくらい、これも同じく4センチくらいで、これね、ちょっとね、分厚すぎ、2センチあるんで、1.5 センチくらいがいいです。でね、これやわさね、硬さ、これ結構これぐらい柔らかいんだから、これ以上ガチガチにしないこと、そこ十分注意。じゃあね、これをね、つなげていきます。で、まずね、こう斜めに刺すような感じでさ、この丸と四角をくっつけてあげる。で、裏返して、これね、表面を刺してんじゃなくて、すごい奥までしっかり深く刺して、丸と四角を接続部分をつなげてるんだからね。で、だいたい外れなくなったら、それだけじゃ弱いので、周囲を補強していくっていう感じ。ここはね、しっかり刺していってあげる。なんていうかな、このつなぎ目の段差をきれいになくすぐらいのイメージでいいんで、しっかりと全体的に刺し固めていって、このね、つなぎ目を見えなくしてあげるような感じ。見てたらそこまでね、貼り付けてる羊毛の厚さないでしょ。結構薄いんだけれども、それをしっかりと刺して取れないようにしてあげる。これね、
刺す針の深さ見てほしいのね。今ねこれね細針で刺してんだけど、で今持ち替えて、これは極細針です。極細針だとしっかりと締め込めるんで、深く刺してんだけど、細針ちょっと太めの針になってきたらあまりもう深く刺してないんですよ僕は。だから、中はもう十分固まってるから、その柔らかい表面の部分だけをしっかり固めてあげるっていうことをやってます。これを太い針でレギュラー針とかでやっちゃうと、やっぱりね中の繊維傷つけやすいし、であとは常に深く刺してしまう人っていうのは、もう中心部はさ何度も何度も刺してるから、もうどんどん中の方が硬くなっていくから、そこを同じ場所を深く刺しちゃってると中からね繊維が崩れていくので、だからこう深く刺せばいいってものじゃないから、その刺し加減っていうのをね自分でしっかり感覚を捕まえてやってください。はい、ここまでできたらねちょっとね下書きをしていきます。でね、チワワの顔こんな感じで凹凸ができてるんだよっていうのをねちょっとねイメージしてください。いつも言うんだけど、ほんと大事なことって完成形をしっかりとイメージできてるかどうかなのね。それが自分の頭でこういう形だな、これを作ろうってイメージができてないと、それを形に表すことは絶対にできないからね。だからしっかりと完成をイメージしてあげるっていうこと。はい、ここからはねチワワを作るので目の土台を作ります。こんなイメージです。チワワの場合ってほら目が大きくてグッと前に出てるから、それをね表現するためにベースで目の土台を作ります。でサイズ的にはこんな感じで、高さが2ミリぐらいあればいいかな。でその丸の大きさ自体は 1.5 センチ。今回はね12ミリの目玉を使うから、その目玉がしっかりと乗せれるくらいの土台を作っておきます。やり方はねやりやすいように作ればいいんだけれども、僕はこうやって手元で丸めて、でこの目の周囲から固めていって貼り付けたら、上からね平らになるように少しずつ固めていってあげる。でさっきね見せた図のように完成形をイメージしながら、だいたいこう沈み込まない程度の硬さまで固めていくっていう感じです。ここねしっかりと面になる部分はしっかり平らにしてあげる。でいきなりガチガチにする必要ないから、ちょっと調整していくので、ここからで反対側も同じく周囲をしっかりと差し込んでいって、でずれなくなったら真上からねしっかりと平らにしていく。で適度な硬さにしていく。ここはそんなに深く難しく考えないで、ちょっと目のね土台を作るっていう感じでやってもらえればいいかなと思います。あまりねこれふわふわだと意味がないので。でねこれはねちょっとねやばかったんでこうやって足してます。で大事なのってこういう動作なんだよね。みんなね一発でやっぱり決めようとしすぎだから、そうじゃなくてもう常にね微調整をするとか修正をするとかっていうのも当たり前だと思った方がいいよ。もうとにかく細かくね合わせながら作っていくっていう風にやってみる。はいでねちょっとこれ真上から見て、ちょっとね斜めになってるでしょ。で目がね少しね外向きになるようにねあえてね土台をそんな風にしています。はい、じゃあここからね目玉を作っていきます。でね目玉とか作るときにこれあったら便利ですよ。拡大鏡でね、僕も全然もう老眼も手伝って全然手元見えなくて、で細かい作業ができないからね、この拡大鏡を使ったらすっごい使いやすいです。すごく便利で、実際ね今回こうやって本当はねアクリル絵の具とかで使った方がいいです。だけど僕ちょっと絵の具出すのめんどくさいんでねポスターカラーでやってるけれども、ポスカでもいいです。こういったのでしっかりとガラスの裏側に黒目を描いてあげます。慣れればね結構ちゃんとね丸く描けるんだけど、なかなか難しいから、でしっかりと見ながら、今度はねこのはみ出た部分、これを目打ちとかねなんかこう先の尖ったもので少しずつね削ってあげる。そして丸くしてあげる。
ちょっとねこの作業慣れるまでなかなか大変だけど、慣れたらねそんな大した作業じゃないんで。はい、じゃあねレジンに色をつけて、黒目の外側ね茶色にしていきたいので茶色を作ります。これね僕はレジン液でやってるけど、なんだろう、茶色いマネキン塗って固めちゃう人もいるし、結局同じことだもんね。それでもいいし、あと絵の具でやる人もいるだろうし、まあそれぞれね自分のやりやすいやり方でいいと思うから、まあちょっとやってみるといいんじゃないかな。とにかく黒目真っ黒にしないで、せっかくねガラスの目玉使うんだったらやっぱり茶色い色を入れてあげて、そしたらやっぱりこうリアルな目に見えるから、そういう風にして入れてあげる。でレジンでやる人はこの時点で一度照射して固めてあげる。でまあ両方やったらねこんな感じで、次白目を作っていきます。チワワほら外向きになったりしてくると白目が結構見えるでしょ。でそれを表現したいので樹脂粘土を使ってやります。これもねいろんなやり方があるんだけど、今回はねちょっと樹脂粘土でやります。まあ少量の樹脂粘土って、僕はねアクリル絵の具で白混ぜて粘土自体にね色をつけます。色つけなかったらね透明になっちゃうんで、半透明もね逆にリアルでいいんだけども、少しやっぱり白い色を入れた方がいいです。粘土に色がついたらね半分こにして、でねガラスの底につけて形を整えていく。あまりねここの白目の高さいらないから、まあこれもまあ2ミリぐらいあればいいんじゃないかなと。あまりこれを高くしすぎちゃうともうそもそも目の土台もいらなくなるし、なのでまあそこは作り方なんだけど、まあ大体白目は2ミリぐらいの高さにしておくといいんじゃないかな。で気をつけてほしいのがこのガラスと目玉の接続部分、そこがきれいに、整えてあげないと波打っちゃうので、はいこんな感じになります。でこれまだつけないこと、粘土がしっかりと完全にカチカチに固まるまで待ってあげてください。でそれでカチカチになったら多分ねガラスと白目カパって外れる状態なので、そこをしっかりとボンドで接続してあげる。この間ねこれはもう固まった状態です。でボンドもつけた状態で、ここから僕は上からねさらにねレジンでねコーティングしてあげます。でなぜかっていうと粘土とねそのガラスの目玉のところに溝ができているので、それを埋めてこうなだらかに見えるように表面を全てコーティングします。まあここはねあまり難しく考えることなく、まんべんなく綺麗にねレジンを表面に全部塗ったくってあげて、そしてだいたいよかったら固めてあげるっていう感じです。これ作業はねシリコンシートの上でやってるんだけど、やっぱりねシリコンシートの上でやった方がいいです。レジン扱う場合ですね。でこうやって上から垂らしてるから結構ね周りになんていうかな溢れ出ちゃってるから、まあ、それも利用してつけてあげて、でこれから照射して固めるんだけど、今ねそうこうやって避けてあげたら無駄なレジンがつかないので、はい。でこれを剥がしてあげて、で無駄なレジンを切り取って、それで目玉は完了です。はい、まずはここまでやってみましょう。はい、それでは今回はね目玉をつけるのと、あと顎から上のね顔の部分を作っていきたいと思います。でまずね目玉の土台の上に実際にこう目をセットしてねちょっとね調整してみる。少しね外向きになるように。でなぜこの動作をやるかって言ったら、なんていうかな、この粘土の部分のね形作った時にその粘土の底がこう平らじゃないから、ちょっとね少しこう角度によってはねズレが生じると思うので、しっかりとこうちゃんとね左右同じような感じで目玉がつくようなポジションを探してみるっていう感じね。こんな感じでしっかりと今回はボンドでね接着して乾かしてあげます。まあこれねできる人は別にボンドでつけなくてもいいんだけども、ちょっとね目玉がね飛び出てる分で難しいと思うので固定した方がやりやすいです。
で今ねこれ僕は全然固まってないうちから今作業始めちゃうけどね、こうやって外れちゃうからしっかりとみんなは固まるまでね待った方がいいです。でランビエもしくはワタワタとかね素材を取ったらこうやってね折り曲げて、多分ねでみんなやりにくいと思うので少しねこの状態でこう平らにしてあげる。でこの状態からまぶたをかぶせてあげていった方が多分ね今回はやりやすいんじゃないかなと思います。で目の半分くらいにかかるようにして、これね猫作る時とかと一緒です。しっかりと目の周り、特に今回はね目の土台があるから目の土台の付近にしっかりと差し固めていくようにしてあげる。こうやってね余分なとこからまず差し固めていってあげる。でこのなんていうかな、まぶたに、装着する前にこう板状の状態に固めてからこうやってまぶたに貼り付けると、ちょっとデメリットとしては眼球、目玉のガラスとこのなんていうかな、この素材の間、わたわたの間が浮いちゃう時があるから密着しないのね、しにくくなるから、そこ十分注意してあげること。しっかりと眼球に密着するように刺していってあげる。でここでねもう一つ気をつけてほしいのが、目玉作る時にレジンでね表面をコーティングしたでしょ。でこうやって針を刺していくんだけど、針の刺し方も気をつけないと、コーティングしたレジンにめちゃくちゃ傷をつけちゃうので、針で。するとねせっかくね綺麗に光ってる目玉がもう傷だらけになっちゃうから、そこも十分注意すること。これね今こう平らに板状にしてるけど、これあまりガチガチにしないこと。もうほんとちょっとつけるために板状にするだけなので。でガチガチにしちゃうとさっきも言ったけれど、その目玉ガラスに密着させにくくなっちゃうから、ある程度の柔さを保っておくこと。で余分なところをねしっかりと差し固めていきます。でねこれ今使ってる針はスピード針です。もう僕はね主にこうやって貼り付けたり最初形をバーってやるのは全部スピード針です。その他は締め込んだり固めたりするのは細針、極細針を使います。これね今わかるかな、針のね向き見てほしいんだけど、まぶたのねこの薄い部分をねこうやって刺していってんだけど、この時にこのガラスかぶせたレジンに傷をつけないように注意しながらやってください。ある程度はね当たるんだけれども、少しぐらい当たってもねそんな傷だらけにはならないんだけども、力入れてね押さえつけて、こうガラスの表面、レジンの上をねコーティングしたレジンの上を針をね何度もこすっちゃうと傷ついちゃうのでね、そこは十分注意すること。もしね最悪傷ついたとしても、最後ねもう一度レジン上から塗ればね綺麗にはなるんだけれども、慣れてないとちょっと難しい作業になっちゃうから、できる限り傷をつけないっていうところを注意してください。ちょっとね作業の倍速はね普通に速くしてないです。これはもう1倍速そのままのスピードです。ちょっとねまぶた結構みんな難しいと思うのでなかなかうまくいきませんっていう人多いんでね、ちょっとね作業見ててください。まずはしっかりと目頭そして目尻の位置を決めたら、余分なところをねこうやってまずは差し固めるっていうか貼り付けてやるって感じね。ここはねそんなに難しくないと思うんだけど、やっぱりねここからだよね、この締め込んでいく部分、ここねちょっとほんと針の向きとかその刺し方とかをちょっとね見てほしいんだけど、ガラスの上とこの素材わたわたの間をしっかりと固めるっていうような感じだね。でこの大体僕ね2つ折りじゃ薄っぺらい時もあったりするから、ここのねこのまぶたのなんていうかな、この厚み、
これはねちょっとね厚すぎてもダメだし薄すぎてもダメだから、ちょっと画面見てねなんとなくこんなもんかなでちょっと判断してほしいんだけれども、結構ね薄くなる人の方が多いからまぶたしっかりかぶせれなくて、もちろんね厚すぎるのはダメなんだけど、でもある程度の厚みっていうかな、ここまぶたのね硬さを出せれないと植毛するときに毛しっかり入れていけないから、ちょっとね頑張ってねここね何度も練習してね、ぜひこのまぶたの作り方はね身につけてほしいとこかな。横から刺したり縦に刺したりね。でもう結構もう先っちょのちょんづきしかしてないでしょ僕の針の刺し方って。でもこれで十分固まっていくので、で何度も言うんだけども、この一発で決めようとしない。やっぱりこの1回じゃ絶対できないんで、僕だってこのね目玉まぶた作る時に何度ももう微調整して作ってるので、もうどの作品も未だに毎回なので、もうなぜ一発で作ろうとしないこと、とにかく細かいところはもう微調整の繰り返し、そんなつもりでね作っていくと、逆にねなんかこうもうなんていうかな、失敗が当たり前っていうか、こううまくできなくて当たり前なので、それを調整しながらうまく片付けていくっていう考え方でやると結構気楽に作れるんじゃないかなと思うんでね、そんな風にやってみたらいいんじゃないかな。はい、ここからはね 2.5 倍速にしていきます。あとねもうまぶたしっかりとねこのまぶたの硬さっていうかな、しっかりと出すために細針でしっかりとね締め込んでいってあげるっていうことをやってください。はい、次はねマズルを作っていきます。で今回はねこう犬の場合は結構ほら鼻先長いじゃない、猫と違って高いから、最初にある程度こうやってね形を作ってからつけた方がやりやすいんじゃないかなと思います。これねだけど僕もね毎回猫の時みたいに綿ねいきなりつけて形を作りながら鼻を高くしていくやり方をしたりするし、今回みたいにねこうやってある程度形を作ってからつける時もあるし、自由なんですよ。これ結局自分が作りやすければいいので、もう大事なのはこの形をしっかり作るっていうことなのでね。でこうやってねつける時も、僕今これつけてるのは結構やばい状態でつけてるんで、結局つけてから結構固めていかなきゃいけないので、最初にしっかり形作る人はそれでもいいし、でマズルの土台っていうかな、鼻先しっかりついたら今度ね頬骨、ここをねしっかり作っていってください。これもね猫の時と結構考え方同じだよね。基本的にはねあまり大きく変わんないです。だパーツの大きさとか形が少し違うから、それをどう表現するかっていう感じで、基本的な作り方はもう変わんないですね。ちょっとねこの辺で一回そのチワワの顔ってどんな感じなのかっていうその完成形をね一回イメージしといた方がいいかなと思うので、ちょっとねこの画像を見てください。今作ってるのはこの赤くマーキングしてる部分、この部分を少し肉付けをして、で後から形を整えていくっていう感じでやってます。今回の作品はねここまで凹凸ねしっかり細かくは作らないんだけど、なるべくでもこの形を目指して作っていきます。実際ねチワワのモデルのこの写真なんかをね見ながら作るのが一番いいんだけど、どうしてもねロングコートだとかね毛の長い子だとほら輪郭がね分かんなかったりするから、もしねこう写真見てやるんだったらスムースチワワ、ね、毛の短い子を見ながら作るとね、あとそれに毛を長くしてやればロングコートになるし、今みたいに何かこう素材探してね絵を見つけて彫刻みたいな感じだとね特に分かりやすいと思うから、凹凸がねそんな風にねこうイメージできたらね結構作りやすいと思うので、はい、今ね画面の方ではねマズルの
付近のねしっかり形を整えてってるんだよね。さっき頬骨っていうかな、目の下の肉付けしてあげて、であとマズルと連結させて、そこをね今なだらかに形整えていきます。と合わせて結構ねやわめの状態でつけてたから、しっかりと中の方固まるようにしっかりと刺して固めてあげてます。もうあとはねこのなんていうかな、作りながら形を整えていくっていう感じですね、とにかく。でね、大体マズルの方が良かったら今度ね額をね大きくしていきます。でチワワの額はなるべくねこう大きめに作ってあげる。もう一応ねちょっと完成図を見るよ。まあチワワの場合は特にねかもしれないけど、頭をしっかりとね丸く大きく作ってあげるっていうことが大事です。結構ねシルエット大事になってくるのでね。これはね頭の横の方ね、サイド部分も膨らましていきたいので肉付けしていきます。これもね一気にすごい量をねつけちゃうともう収集つかなくなると思うから、やっぱりこう様子見ながら少しずつ付け足していって形を整えるっていう風にねやっていった方が作りやすいと思います。でまずは形をしっかりと作ってみて、それで大体形のイメージがバランスね、作品のバランス見てよかったら締め込んでいく、固めていく。で固めていくとね、最初良かった形がどんどん縮んじゃうから、でもさっきの形のイメージがあるから、そういう風にまた作るようにもう一度肉付けをしていって整えてあげる。形をまず作って硬さを与えてあげて、へこんでくるからまた形をしっかりと戻していってあげるっていう風に作っていってあげると、作りやすいと思うのでね、そんな風に僕はやってます。で今ね目の上とかしっかり刺してね、このなんていうか顔の横とかね、ここをねしっかりと、チワワの場合は特にここね結構くっきりはっきりね凹凸つけた方がいいです。僕も今まで何体もチワワのオーダーいただいてやってるけど、ここねしっかりくっきりつけないと結構ぼやっとした顔になっちゃうので、もうしっかり作ってあげること。でよかったらね、これはね今刺してるのは極細針です。極細針でしっかりと締め込んでってあげるっていう感じですね。でね今ねこれはね犬もヒゲ袋ありますからね、ヒゲ袋をしっかりと作っていってあげる。猫とはね形が違うけど、しっかりとこのマズルの部分、この部分ですね、ここね、ここをしっかりとヒゲ袋があるから犬もしっかりと作ってあげる。で反対側もで、これもねほんとねモデルの子の顔つきを見ながら作っていくしかないですね。こうね高さ何センチとかって言っちゃうとまたね結構みんなおかしなことになっちゃうと思うから、しっかりと見た目で作る。結構みんなやっぱり欲しがるじゃない、ここが何センチとか何グラムとかね。確かにそういうこうマニュアル的なものがあると、楽にはね作れるかもしれないんだけれども、でもやっぱり上手くなるためにはその見たまま、その視覚的なものでその感覚を養って、それをどう形にするかっていうことの能力を上げていった方がやっぱりね上手くなると僕は思ってる。もちろんね本当最初の頃はそのマニュアルっていうかね作り方の通り作ればいいんだけどもね、でもその感覚的な部分、そこもねぜひね伸ばしていってほしいなって思います。はい、そんなわけでねこんな感じで今回はできました。はい、それじゃ今回もねチワワのね顔ベース、引き続きね顎の部分を作っていきます。でチワワの顔を作るときにここね注意してほしいんだけれども、特にね強調してほしいのはこの目の部分なんだよね。ここの赤線が引いてあるこのポイントをしっかりと凹凸をつけてあげる。しっかりと前に出てるように見せてあげる。これをまず作るのが大事。そして次顎のラインなんだけども、今日これをイメージして作ってほしいんだよね。僕は犬を作る時には
まずこの青のラインを作るんだけども、この青矢印の部分ね、顎関節から顎までのこのラインのところにここに1段ね段差をつけるのね。でこれによってすごい犬らしいシルエットになるので、もうどの犬種だろうが必ずこういう表現をします。で今回もそういう風に作っていくので、そこにちょっと、ね、注目しながら見てください。はい、動画の方はね 2.5 倍速で流していきます。まずはね下顎作っていきます。でまず軽く形整えてからつけた方がつけやすいと思うので、軽く形を整えてちょっと柔らかい状態でねつけてあげる。でちょっと柔らかい状態だから少し顎を前に出すようにつけた方が、固めていったら沈んじゃうのでね、こういう風に固めていく。でもしね顎をつけながらなんていうかな、顎がこう後ろの方に下がっていくようじゃない、こうやって今固めてたらね、そしたら足せばいいだけなんで、とにかくまずは形を作って足していく。でね次ここ結構ね猫の時もそうなんだけど、みんなここ遠慮して作りがち。あとね普段多分みんなね犬作る時とかこの辺しっかり作ってないと思うのね、犬も猫もね。とにかくこの顎関節の部分、エラの部分ね、これを僕はすごく大事にしていて、ここの表現をしっかりするかしないかで顔のメリハリ全く違うし、顔の輪郭も変わるし、ここをねすごく大事にしてください。例えばねその長毛種作ったらこんな場所ね毛に埋もれちゃって全く見えなくなるんだけど、それでもちゃんと作るので、その作ることにものすごく意味があって、そこをねちょっと大事にしてほしいんだよね。ここ一番冒頭で言ったところね、顎のラインのこの一段こう段差がついてるよね今ね。でなんていうかね、今作ってるのはこの口角の部分だよね。ここもしっかりね作ってあげる。やっぱここを作り込むのが一番犬らしいなんていうかな表現の仕方じゃないかなって僕は思ってて、この口の端ね、口角の部分で反対側もつけてあげる。ほんとねこれが大事なので、僕もねもう何年か前までは3年ぐらい前まではねこの辺あんまりちゃんと作ってなくて、したらやっぱり猫の顔なんとなくぼやっとするんだよね。でここをすごく意識して強調して作るようになったら、かなり猫らしいシルエットとか犬らしいなんていうかな輪郭ができるようになってきたから、ほんとここ大事にしてほしいんだよね。でこうみんな作るんだけどレッスン動画見てね、結構ねみんなちっちゃかったり薄っぺらかったりするの、しっかりと作ってあげる。もちろんねモデルの子がいるんだったらモデルの子の輪郭に合わせて作るんだけど、でもまずはねここをまずしっかり作ってあげる。そして今作っているのが口角の部分だよね、段差になる部分。こんな感じでね綿付け足して固めていってあげる。もう明確にねガクンってこう一段落ちてるじゃない、顎のラインが。そこをしっかり作ってあげる。で今ねこれ刺しているのは極細針です。極細針で刺して締め込んでる。これはね細針、もうほんと固めてなんていうかな、このベースをぐっと締め込んでいくのは細針と極細針。これをなんていうかな中針っていうかレギュラー針とかでやっちゃうと多分固めすぎちゃうので。はい、でね画面の方はね今ね首元の肉付けをねしています。で最初に砂糖の切り餅みたいな四角作ったじゃない。でね首のベースになってるんだけど、ここも顔を作りながら少しずつ全体のねバランス見ながらね肉付けをしてってやってください。あとねこれ今手で触ってるじゃない。これは僕はもう手で触ってやばいとこ探してるんだよね。して弱かったところをこうやってもう一度こう締め込んだりして硬さを調整してるんだよね。でもちろん刺して固めるときは極細針で締め込むっていう感じで、今ねこれ刺して固めたら顎が低くなっちゃったんで後ろに下がっちゃったんで、もう一度付け足して形をね整え直してるんです。こういう風にもうとにかく微調整して形を整えていく。もう何度も言うけどね、これをねやっぱりみんな一発で作ろうとしすぎるからなんかうまくいかなかったり、その1回で終わっちゃったり、作業工程が圧倒的にみんな足りないので、もう何度も
形を作るために細かく修正する、もうこれが当たり前、そういうふうにね思ってやってくれればいいんじゃないかな。今ね使ってる針はねスピード針です。でもしっかりと形を整えたい時は、形を作りたい時ねはこうやってスピード針とかでしっかりと刺して、こう線をつけたりとか凹凸の形を変えたりとかして、でその形が整ってよかったら細針とか極細針で、今これ細針ね、しっかりとその形をキープするように締め込んでいくっていう感じ。はい、次今からやっていくのはその目の上の部分の肉盛りね、この部分ね、赤線のラインの部分、ここをしっかりと作ってあげる。これ猫の時とかもね作ってるんだけども、またね犬の時と形が違うのね。犬の時はしっかりとこう上まぶたにかぶるように少し大きめに作ってあげる。でこれをね差し固めていくんだけども、この時ねやっぱり目の近くだから、やっぱりねそのガラスっていうかね、目に刺さないように十分注意。コーティングしてるところにね傷がついちゃうんでね、よければね反対も刺していきます。この辺ね刺す時、特に本当目玉に傷をつけないようにねレジンコーティングしてるからね、傷入りやすいから、そこを十分注意してください。でしっかり固めながらね、ここねしっかり肉厚を作ってあげるね、しっかりとね。それによって目玉がこうグッというかね出てるように見えるので、今みたいに足りなかったら少し足してまた形を整えてあげるっていう風にやってあげる。今作ってるのはここだからね、この赤い部分ね、ここの肉盛り盛り上がりをしっかりと作ってあげる。犬種によってね結構この辺の表現の仕方違うんだけど、でもどの犬種でもやっぱりこの大きさの違いはあれど、ここはしっかりと作ってあげます。犬作るときはね。あとはねこれ今極細針で全体的に締め込んでって形を整えてあげる。結構虹玉添削の方でもねいろいろみんなやっぱり多い質問が毛羽立ちできちゃうんですけどみたいなねあるんだけど、それはやっぱりねその差し込みが足りない。もちろんガチガチになるまで差し込んじゃいけないんだけど、やっぱりほんと極細針で綺麗にねこうしっかりと締め込んでってあげると、全体の密度がギュッと濃くなって、であとその毛羽立ちはできるんだけど、そこまで多い毛羽立ちはなくなるので、ちょっとねあまり毛羽立ちがひどいっていう人はもうちょっと締め込んだ方がいいのかなって思った方がいいです。ただそれをレギュラー針とかでやっちゃうと硬くなりすぎちゃうからね、注意。でその毛羽立ちを抑えるのにどれくらい刺したらいいのかとか、今ねこうやって首元やってるじゃない。こういうあんまり影響のないところで練習してみたらいいよ。あるいはまるっきり全然違うね丸い平らなものを作ってそれで練習してみるとか、そのその適切な硬さとか締め込み具合っていうのは本当自分の感覚として覚えるしかないから、ぜひねちょっと覚えててほしいんだけども、今これすごく細かく刺してるでしょ。これは全体的に今細針で緩いとこないかチェックしながらと、あともう全体的にねもう刺し残しがないようにやわいとこがないかどうか全部チェックして刺してってるんだよね。刺しつつ固めつつっていう感じ。結構こういう工程を多分みんなやってないと思うので、だからやっぱり毛羽立っちゃったりとか形がうまく作れなかったりとか、やっぱりある程度の硬さがないと細かい部分って作り込めないし、かといってね固めすぎちゃうとねもう修正も効かなくなっちゃうから難しいところではあるんだけれども、早くねその何度も作ったり試してみたりして、その自分で適切な硬さっていうのをねこうマスターしてほしいんだけども、でこの適切な硬さって結局ね人によって違うのね。僕は今ね画面で見てるようなギュッと締まった感じの硬さでやるのが好きなんだけど、人によってはねもっと緩く作った方が作りやすいっていう人もいるし、そこはねとにかく自分がどう
作りやすいかっていう、そこをね追求しなきゃダメ。もうしつこいくらいめちゃくちゃ細かくずっと刺してるでしょ。もう全面ね針一本でなんていうかな、ほんと刺し残しっていうか緩いとこがないかっていうのをチェックしてる。で緩いとこがあったらこうやって締め込んでいく。これは極細針ね。まあね、こんな感じで僕はやってます。あと裏側ね、こっちはね今回はね額縁フレーム作品だから、こっちはもう僕は接着剤つけちゃうからフレームに埋まっちゃう部分なんだけど、でもここもある程度の硬さがないとくっついてくれないから。あとねフレームタイプの作品作るときになんだろう、フェルトなんていうの、布フェルトっていうのかな、フェルトに貼り付けて作り方する人もいるから、それはそれでねいいと思うので、ちょっとね今の状態だと頭がねまだもう少しねデコッパチにしたいんだよね。あまり極端にね大きくしすぎるのは問題あるけど、でもちょっと形をねちょっと見ながら、やっぱりどちらかというと頭少し大きめに作ってあげた方が、丸く大きめに作ってあげた方がチワワらしいシルエットになるから、ここはねもう少ししっかりと作り込んでいきます。今はねこれね針の話をするとスピード針を使ってます。もう貼り付けるのに早いから。でこれは極細針で、あとはしっかりと貼り付ける、締め込んでいくっていう感じでね、横の鉢の部分っていうのかな、横の頭の横、もう少し張りを出すためにさらに肉付けしていきます。でこのベースでもやっぱりその表面をどれだけ綺麗にするかって僕は大事だと思っていて、無駄な段差とかないように綺麗に、もうこれで一つの作品って言えるぐらいの仕上がりにしてあげる方が、ね、こうやってねしっかりと作り込んでメリハリあるベースになるので、こんな風にね作ってみてください。はい、こんな感じです。はい、それでは今回は耳の作成から植毛、そして装着までをね一気にいきます。で僕の場合は耳作る時もこうやって、ランビエとかワタワタ使って、まずはやっぱりなんていうか耳でベースをしっかり作ってからその上に、植毛していくっていう感じなんだけども、人によってはね例えば黒いワタワタとかね色付きのランビエとかもあるじゃない。でそういったもので初めからねやってしまうのも全然ありです。そっちの方がね工数少なくなると思うので、初めから黒い素材をベースに作ってっていうのはねありなんで、それでも構いません。で僕なんでこの色付きじゃないもので作るかっていうとちょっと理由があって、やっぱりこう染めた素材ってねなんかね固まりにくくないかな。固まるんだけどなんかねちょっと固まり方がちょっと指先に伝わってくる感覚があまり好きじゃなくて、それでね僕はこの色付きじゃないものを使って耳を作るようにしてます。あとねしっかり耳の強度も出したいっていうところがあってね、必ずこういう風にやってます。だけどここはねちょっとね初めてね挑戦する人は、僕のやり方真似すればいいし、すでにね何体も作ったことあります、何年もやってますっていう人はちょっとね自分の作り方でもいいから、ここはねその黒い素材を使ってやるでも何でもいいので、ここはねちょっとね自由に作ってもらって大丈夫です。ただやっぱり僕はある程度耳の形を整えるためにも強度がある耳を作った方がいいと思います。ペラッペラの耳じゃなくてね。でこの今根元巻き込んでるけど、やっぱりこうやってねちょっと立体的に見えるような貼り付け方をした方、貼り付けっていうかな、耳をねつけるときにああいう風に立体的につけた方がよりリアルに見えるので、そういう風にこの巻き込む分も考慮して耳の広さっていうかな、
も決めてやってあげる。これがねあんまり細長いとさ、ああやって巻き込んじゃうと今度耳が細くなりすぎてウサギの耳みたいになっちゃうから、十分なねこの広さは確保しておくこと。特にチワワの場合は。これね動画の方はねいつも通り 2.5 倍速で流してます。でねこれ初めて見る人もいるかもしれないから、これね今こう蓋でね瓶の蓋でやってるんだけど、これはね100均のダイソーに売ってるね瓶の蓋です。こうやってね挟んでやるとねこうどこがどうなってるのか形透明だから見えるし、指怪我しないし、すごいやりやすいです。これはねおすすめです。で形整えたらもう一応ね刺してあげるんだけど、でこれね注意してほしいのが、猫の時にも言ってるけど、これね今緑色のこのニードルホルダーは、これはねスピード針が5本入ってます。でこれ刺してるっていうよりも上から叩いてる、叩いて素材わたわたを平らにしてってるっていう感じね。でこれを刺して貫通させちゃうと下のねフェルトマットの方に突き抜けちゃうから、するとね張り付いちゃうから、だからあくまでも表面を叩いて潰していくっていう感じです。刺すというよりも叩くっていうイメージです。そんな風にねやってみてほしいんだけども、それでもね十分ね薄っぺらくなっていくので、もうちょっとねもうとにかくしつこく叩くんだけれども、それをねやってみてください。はい、こんな感じでね2つとも大きさを合わせてやる。そしてねやっぱりこうやって待ち針とか使って仮付けしてバランスを見た方がいいですよ。僕やんないんだけどね、みんなはやった方がいいです。はい、それじゃあねここからね植毛の方の準備に入っていきます。で毛色のちょっと作り方なんだけれども、例えばねこう、黒猫でもそうだし黒い犬でもそうだし、今回だとねブラックタンのチワワだから黒を使うんだけど、でメリノをね主に僕は使ってるんだけれども、その黒一色のまま単色のまま使うとどうしてもねちょっとこうリアルさに欠けちゃう。で今画面で見てるように少しね今回はカシっていう色と混ぜてるんだけども、ちょっとね茶系の色と混ぜ合わせてあげる。それによってこの真っ黒って感じじゃなくて、少しね柔らかい黒ができるので、本物のね犬でも猫でもさ、ウサギでも何でもそうなんだけど、こう黒い毛を見てもほんと漆黒のね真っ黒な子ってなかなかいないじゃない。たまにそういう子もいるけどね、そういう子は真っ黒で作ってあげればいいし、でもほとんどの子が多分黒い毛なんだけど、多分茶色がかった黒なんだよね。だからそれを表現するために少し茶色を混ぜてあげる。するとねほらこんなに違うでしょ、右と左で混ぜた黒と混ぜてない黒じゃね。こうやって色分けをして部分的に使ってやったりする。するとね黒い毛色の子は結構ねリアルな感じでね表現してあげることができる。黒が難しいんだよね。黒猫とかさ、真っ黒い犬とかね、黒い毛色の子を作るのはねほんとフェルトで作るのは難しいっていうか、この写真とか映像で例えばお客さんに見せるときにめちゃくちゃ伝わりにくい。真っ黒だから。だからそれを防ぐためにもやっぱりねこの黒い毛っていうのは茶系の色とかそういった色を混ぜてちょっと黒い色でも変化をつける。で植毛する場所に毛色の違いをつけるっていうことで、より陰影を見せてあげる。それでね表現できるので結構難しいよね黒って。黒猫とか真っ黒い子は NG ですっていう人多いんじゃないかな。難しいよね。僕はね何体も作ってるけど、でもやっぱりね難しいなって思う。で特にやっぱりその写真で見せなきゃいけない時、照明も気使うし、あとね素材でほらシルクの黒とかあるじゃない。シルク系の色とか艶毛の黒とかね。であれも僕もね試して何回か使ったことあるんだけれども、僕はねなかなかあれを使いこなせてないかな。難しくて不自然にその艶毛だけが光っちゃって変に目立っちゃったりとかして、多分ねやり方が悪いと思うんだけど、ちょっとねそこはね今ね研究中、悩んでます。
でうまく使いこなせる人はね、やっぱりそういう艶上げも使ってより綺麗な表現できてると思うので、そこもねちょっと研究したいなと思ってます。今ね画面の方なんだけれども、両サイドっていうかな、両サイドに毛が流れるように広がるようにねやってます。で今回の子はロングコートなんで耳毛少しね長めにはみ出してる分ね長めにつけてます。でこれもね画面からはちょっと伝わりにくいんだけども、刺すというよりも叩いてるだけだから今裏返した時にあまりはみ出てないじゃないですか、裏に突き抜けてない黒が。これを刺しにいっちゃうと裏返した時にかなり黒い毛が飛び出ちゃうので、ここもベースを作る時と一緒で叩きつける、貼り付けるっていうイメージ、そんな風にねやってみてください。でさっきも言ったけどロングコートなのでちょっと耳のベースからこうはみ出す毛っていうかな、それは少し長めにしたいのでちょっとねいつもより余分に外側に出してます。そして両サイド反対側も毛が出るようにしていきます。でやっぱりねその黒い毛をしっかり表現するときに毛の流れでしっかり見せてやるっていうのもね大事です。なかなか今画面越しじゃ伝わりにくいけど、光が当たるとやっぱり毛の流れが見えるので、そこねすごい大事にしてください。黒い子に限らずなんだけどね。で貼り付けなんだけど、やっぱりその深くさせない分貼り付け甘くなっちゃうから、やっぱりね浅いんだけどしつこく叩いてあげること、しつこく何度も何度も。最初はスピード張りで今これはね細張り仕上げ張りでやってます。で最後に今これは極細でやってます。で極細の時にどうしても針細いから結構叩いてるだけなんだけど突き抜けちゃうから十分注意しながら。はい、こんな感じね。で今度はね少しアホ毛っていうのかな、この浮いてる毛もあるから、それをカットしてあげるためにバリカンでもハサミでもいいから少し切ってあげる。ただこれモデルの子によってはさトリミングの仕方で耳の毛もっと伸ばしてる子いるじゃない。で長い子はやっぱりさっきの工程の時にね耳の縁の毛をもう少し長くしてあげたり、あとね後から付け足してあげたりね、そんな風にしてあげる。こんな感じね、根元巻き込んで特に耳の内側の方巻き込んであげて立体的につけてあげるイメージね、つけるときはね。で耳の内側の毛を入れていきます。でモデルの子見たら結構耳の内側も黒い子だったので黒い毛をかぶせていきます。だけどこれはねちょっとね茶色が多めにしてある毛を使っています。ちょっと見たらわかるよね、茶色入ってるの。これをねちょっとね入れていきます。しっかりとね両サイド入れてあげる。でしっかりと叩いてあげる。で次ねピンクを入れます、うっすらと。でこれね今回今ピンクと黒い毛今混ぜてねちょっとなじませた感じの毛色にして、ちょっとこんな感じで半分に切ったやつをね貼り付けます。これね耳の作り方もいっぱいあるし素材もいろいろあるしさっきも言ったけれども、とにかく今自分の耳の作り方が確立できている人は自分の耳の作り方でやった方がいいと思うので、僕もね毎回ね作り方変わるんだよね。やっぱりどれが一番いいだろうっていつも常にどこの部分もそうなんだけど常に試しながら作ってるから、今回はねちょっとこんな表現の方がいいんじゃないかなって思いながらねちょっとね作ってるんだけども、なので耳の作り方の一つこんな方法もあるんだなぐらいで思ってもらえればいいです。でね耳の内側をこうやってね折り曲げてくっつけたいのね。するとこう耳が平坦につくんじゃなくて立体的につくようになるから。でそれをするために今耳折り込んで、でスピード針とかね仕上げ針
細針とかで上から刺してベースのランビエねわたわたを固めて形をねこう整えてるねこの形状を記憶させてるっていうかな。でそれでこういう風に合わせて余分なところはねこうやって切っちゃえばいいと思います。だいたいね耳の形がね仕上がってきたらこうやってね合わせてみてこうバランスを見てみる。で装着ポイントどこかしっかりね。で装着ポイントなんだけれども、しっかりとね正面から見た時に耳が近すぎないようにっていうところとこうね今この固めてるとこね、あとこのサイドここは顎関節の上そこに耳のなんていうかな端が来るように装着してあげる。ここね後ろに行っちゃうとおかしくなっちゃうからね。そして大体位置が決まったら周りを固めていってあげる。で僕はこの待ち針とか使ってねなんていうんだろう仮付けをしないんだけど、もうできる限り待ち針とか使って仮止めしてバランスを見てやるようにした方が失敗は少なくなります。僕はね慣れてるんでこうやってやってるけどね。はい、こんな感じでね合わせていきます。でよかったら反対側も同じように植毛していく。植毛っていうか貼り付けるっていうところだね。でこの貼り付ける時にね、僕のやり方だとやっぱりデメリットも簡単に作れるんだけどデメリットもあって、なんていうかな、この今かぶせたじゃない。してこう押さえつけてるけど、どうしてもこの耳の際の部分外側からこう貼り付けた毛と今内側から貼り付けてる毛のその合わせ面のところがどうしてもねベースが見えやすくなっちゃうので、そこねある程度しっかり押さえつけてね貼り付けてあげないとちょっとねなんていうかな、この耳の端っこ際がこう白いのが目立っちゃうから、そこ見えないように処置ちゃんとねすること。全体的にバリカンでねこの余分な毛をカットしてあげて、でよかったらまたね立体的になるように形を整えていくんだけども、今これほら周り際をねしっかりと押さえ込んでるでしょ。でこれをねしっかりやっておかないと、このね耳の端っこの部分のねなんていうかな、このベースが丸見えになっちゃうから、そう見えないように処置する。こうやってねしっかり曲げたいところを刺して固めて、でベースを固めてあげるとね記憶形状するので、これもねなんかいい方法ないかなって今ね模索してるんだけどね、付け方ねもうちょっとこうやりやすくてしっかりと付けれるようにねいろいろ模索中です。でねこの付ける時にほらこの耳と耳の間隔あるでしょ。これが結構モデルの子は離れてるのに結構みんな近くつけすぎちゃったりするから、そこの耳とも耳のここね頭の天骨の部分ね、ここの距離感っていうのも十分注意してね、左右の耳が近くなりすぎないように注意しながら位置決めをしてあげる。でね耳の際しっかりつけたら、あと反対側ね、今回は額縁フレームタイプの作品だからね後ろ結構今これ雑にやってるけど、しっかりそれでも固めてあげる、外れないように。今とりあえずね裏側外れないようにやってるだけだけど、これ後でねしっかりと肉付けしてきれいにします。頭のね顔の後ろもね。で今やってることちょっと見てほしいんだけど、この根元っていうかな、この付け根今しっかり刺してるでしょ。でこういうイメージでいてほしくて、こう特にチワワの時なんだけれども、こんな感じでひし形をイメージしたような感じ、そんな風にこうしてあげると、このね耳の大きなチワワのこの耳の表現の仕方がすごく、チワワらしくっていうかな表現できるので、ちょっとねそこねやってみてください。でだいたいね耳の位置が良かったら、あとはね上からわたわたかぶせてあげて、しっかりとね
外れないように上からね押さえ込んで差し固めてあげる。でやっぱりねこの時に段差とかをしっかりとなくして綺麗に貼り付けるっていうかな、差し固めてってあげる。でね今からちょっと頭の後ろねフレームに装着する部分のちょっとね面をきれいにしていきます。でここもね耳の後ろねしっかりとこうかぶせてあげて外れないようにしてあげるのと、あとは耳の余分な部分あったじゃない。であれを後頭部付近につけたことで後ろの面がガタガタになってるから、それをねしっかりと、肉盛りして平らにしてってあげる。この部分ねここ肉厚にしてあげて裏面を平らにしてあげる。そしてフレームにしっかりと貼り付けれる状態を作ってあげます。ちょっとねなんていうかな、作りながらね試しながらちょっとねどうやって解説しようかなって考えながら作ったりしてるもんだから、ちょっとね効率が悪かったりする場面もあるんだけれども、ちょっとね特にここなんかね今ねすごい効率悪いことやってるなと思ってるんだけど、ちょっとねとにかくしっかりと仕上がりが綺麗になるように処置をしていくっていうところでねちょっとやってください。はい、耳をつけたらねだいたいこんな感じになります。って裏面もね綺麗にしてあげて、だいぶねチワワっぽくなってきたでしょ。で次今度ね顔にブラックタンだからマーキングして模様を描いてあげます。でそれでねだいぶねイメージしやすくなると思うので、まずねだいたい鼻の位置決めてあげて、あとはその黒と、茶色とか白とかねその毛色の分かれ目で黒がねどこに入るのかっていうのをねこうやってマーキングしていきます。で今回はねブラックタンだから毛色黒を使うので、普通にマジックで描いてます。で白猫の時とかに言ったかもしれないけど三毛猫の時か毛色を白使うようなこの時は黒いマジックは NG です。なぜかっていうと白植毛した後にこのマジックのね下書きがね浮いて見えちゃうので、このマジックで描く時は毛色の濃いこの時その時は OK だけど、毛色が白っぽいこの時は後から目立っちゃうので黒いマジックは NG。 はい、最後はね目の上ここの模様をしっかり描いてあげる。ここのね模様の大きさとか角度とか場所によってはね全然ね似なくなっちゃうからここ結構重要です。はい、耳つけてね下書きしたねかなりチワワっぽくなったよね。はい、それではね今回はここまでです。はい、それではね今回はね植毛の方にね移っていきたいと思います。で植毛はねいつも通りだね、いつも通りやっていきます。でこれはね好きなとこからやって構わないです。だけどやっぱり外側作品の外側からしっかり攻めていくっていう方が間違いなくやりやすいです。毛の流れを考えたらね。で僕は大体ねこの辺耳の後ろエラの裏っていうかねこの場所から始めることが多いんだけれども、でまずねこの辺をしっかり埋めてあげて、で特にこの耳の今接続部分とかねここもしっかり隙間ないように剥げている部分がないようにねしっかりと植えてあげる。で今ねこれ植毛する前に何度も何度も手でこうやって引っ張ってるのは毛の流れを整えてるんだからね。で毛の流れが整えてよかったらこうやってしっかりとつけたい部分につけて植毛していってあげる。で毛の流れをしっかりね今いつも言うようにだけども考えて折り返してあげて、でその根元をまたしっかり刺してあげるというところをねやっていってください。でね動画の方はねいつもの通り 2.5 倍速で流してます。でこれ植毛はねちょっと単調な作業なんで、いつもみたいにねそんな細かい解説とかは必要ないと思うので、ちょっとね解説してるとこだけはね画面左上に解説中って出すので、その時だけね気にして聞いてもらえればいいかなと思います。あとはね、手元の作業を見てもらって、大体いつもと同じだなと思ったらね早送りしてもいいし、でしっかり見たい人はね速度 2.5 倍だからゆっくり見たかったら速度落としてね
実際はどんなスピードで刺してるのかとかね、そういったところもね参考になることがあるかもしれないんでね、見るのもいいんじゃないかなと思います。でね、ちょっとねベースの硬さの話をしていくと、ベースをある程度硬くしなきゃいけないんだけど、その理由は何って言ったら、やっぱりねこの植毛の時にこうやって刺すじゃない。で今これスピード針で刺してってるんだけど、どうしてもねこうやって刺していくとベースが変形していくじゃない。何度も刺すからね。でその時に極端に沈み込んだりとか、せっかく作った形が変形していく、それが起きてしまうようなやわさだとそれはダメなのね。だけどじゃあガチガチに固めればいいのかって言ったら、そんなことは決してなくて、ガチガチだとものすごいね結局最終的に固まらなくなったりするし。で今画面見ててほしいんだけど、今これねベースとこの植毛した境目をね差し固めてたんだけど、これなぜやってるかっていうと、ちょっとねこの図を見てほしいんだけれども、最初ねこうやってベースがあるじゃない。これでベース横から見た図ね。でベースがあって、そこにこうやって植毛していくとニードルでこうやってピンポイントで刺していくでしょ。するとこのニードルの先端部分ねのようにへこんでいくじゃない、少なからず。でへこむと何が起きるかっていうと、今ねこの赤丸つけてるところのように少しそこのベースの部分が軽く盛り上がっちゃうわけね。だからそこを仕上げ針で刺して固めて、こうやってなだらかにしてあげる。プラス植えた植毛した毛を毛の流れが出るように少しこうやって寝かしてやるために、あえて上から僕は刺してるんだよね。そんなやり方をしてます。これもねいろいろやるやり方の一つの例として捉えてもらえればいいのかなと思います。でいろんなやり方試してね、やっぱりその自分でどうしたらいいのかっていうのを見つけていってください。最初はね人の真似でいいので、ただその人の真似もいろんなパターンがあるから、いろんなのを試してみることがすごく大事。そして自分のものにしていくっていうことをやってください。で短毛種を作るときは僕は結構ねこまめに切っていくんだけど、長毛の時はなんていうかな、全体的な毛のなんていうばらつきっていうかな、こうやってねバリカンとかでカットするじゃない。その時にあまり段差っていうかが出ないようにするために、ある程度植毛してからカットするようにはしているかな。でもその時によってちょっといろいろ違うかな。でも短毛の時よりはカットの回数は少なくなるかな。カットするなんていうかな長さだって違うしね。はい、じゃあねどんどん植毛を進めていきます。でここから先はねちょっと単調な作業なので、ちょっとね画面の動作見ながら解説なしで進めたいと思います。で解説するときはね画面上に解説中出すのでね、そこはねちょっとね聞いてもらって、であとね単調な作業なんで、早送りするなりなんなりしてね見てもらって構いません。で動画の方はね 2.5 倍速なのでゆっくり実際ね僕がどれぐらいのスピードで刺してるのか見たい人はね倍速ね少し下げてもらって見てもらったら、実際のねどれぐらいのスピードで刺してるのかとかっていうのが見えると思うので、そんな風にねちょっとね使ってください。はい、それじゃね次この辺からね違う色を入れていきます。でまずグラデーション入れていかなきゃいけないから、ちょっとね準備してなかったので、この辺に入れる白色、これをね準備していきます。
でブラックタンなんで白だけじゃなくてね、あと茶系の色も混ぜなきゃいけないし、こんな感じでね、ちょっと何色か準備してください。で最後に今これから見せるこれグラデーション用のね、黒寄りのグラデーションと白寄りのグラデーションで、白から黒に色変化させるときは最低でもこの黒寄りのグラデーション色と白寄りのグラデーション色の2色は間に入れた方がいいです。どうしてもねやっぱりこれはね今黒寄りのグラデーション色、グレーに近い色だよね。それを1列入れて、全体的にねまずこの1色目をね入れていきます。首元ね。でこれがねこの1色だけで次いきなり明るい色を入れちゃうと、グラデーション入れてんだけどなんか急に黒から白に変わったのと変わらないから、だからもう1色、本当はね2色3色入れた方がいいんだけど、明るめのグラデーションを入れます。で今ねこれね茶色混ぜてるけど、今回ブラックタンだから少しね茶色も混ぜます。この変化していく色ね。でそれはそのモデルの子がそこの毛色どういう変化の仕方をしていくかっていうのをしっかり見ながら毛の配分考えて、一番ね外側に植えた黒い毛、そして暗めの黒寄りのグラデーション色と、今は明るめ白寄りのグラデーション色に少し茶色を混ぜて入れてます。グラデーションね。そしてここから首元白い子だったので白を入れていきます。これね本当はねもっと綺麗に見せるんだったらこのいきなり真っ白入れるんじゃなくて、ほんのちょこっとさっきの明るめのグラデーション色で使った色を少し混ぜたやつをもう一回に入れた方が綺麗にはなります。僕は結構大雑把にやる方なんで。でもこれ以上大雑把にやっちゃうとどうしてもね毛色の変化が白々しくなったりするから、最低でもね、これぐらいは入れた方がいいです。グラデーションね。こんな感じでどんどん入れていって、まずは首から下の部分、顎から下の部分か、この辺までをねしっかり色も終わらせちゃいましょう。フレーム作品の時は僕はだいたいこのパターンだね。顔の外側系を入れて、で先にこの顎から下胸の部分、ここの色毛をまず終わらせるっていう風にやってます。ただねこれはね別に顔からやっても別に全然問題ないんでね、自分のやりやすいやり方、僕はねいろいろ試した結果、これが僕には合ってるかなって感じですね。でね、必ずバリカン入れる前、ハサミ入れる前はブラシで軽く起こして、でその浮いてる無駄毛をしっかりカットしていってあげる。で今回はロングコートチワワだから少し長めに。でこれもねモデルの子によってね毛の長さね、胸ふわふわの子もいるし、だからもっとふわふわにさせなきゃいけない子だったら毛長くしなきゃいけないしね、そもそも植毛する毛がね。はい、それじゃねいよいよね顔の方に入っていきます。で顔の植毛の仕方、僕はこうやってね今顔の横からやってって、基本的に顎の方、顔から下の部分、目から下の部分かの植毛をね先にやっちゃいます。そして後半戦で頭の方、目から上の部分の方の植毛をやってっていう感じの植毛をしていきます。でここはね猫の時の動画とかと一緒で、なんていうかな、この毛の流れね、最初刺して折り返す時の毛の流れの方向、そこをしっかり意識して、その毛の流れをしっかりと出しているところで根元をしっかり刺してあげる。するとね毛の流れの方向、植毛の方向っていうかながしっかり決まるのでね。でこの顔のサイド部分っていうかな、横の部分はもう素直にそのまま外側向くように毛の流れをね、極端に上にしたり下にしたりすることなく素直でいいと思います。ここはでこのマジックのね下書きした部分あるでしょ、ここになるべく合わせてやっていく。
でこのカットの仕方、ここでのカットってあまりねがっつりね本決まりの長さにしようとしないこと。僕は必ず後から修正できるように少し長めにカットしておきます。切りすぎちゃったらね、もう植え直すしかないからね。だから少し長めでいいと思います。で最終的に毛の長さ合わせればいいので。でね、反対側もやっていきます。はい、ここからねちょっとね、動画見てください。はい、ここからはねまたね色が変わるところなのでグラデーションを入れていきます。さっきのね首元と一緒、暗めの黒寄りのグラデーション色をまず1列入れて、でそれから2列目を入れていくっていうところね。でここねまず1列目入れるときに下書きのマジックって書いたところ、そこしっかりね見失わないように入れていってください。なるべくね。でさっきと同じようにブラックタンの子なので、ちょっとね茶色混ざりの明るめのグラデーション色にしていきます。でブラックタンって一言で言ってもね、結構もうなんだろう、その子の個体差によってさ毛色かなり違ったりするじゃない。だからここはねほんとその子のモデルの子の写真とかをしっかり見て、その子の毛色に近い色をねしっかり入れてってあげるっていうことをやってください。僕これね画面で見たら早送りだし、慣れている線もあるからひょっとしたらゆっくりにしても見えないかもしれないけど、適当に今なんかガバッとかぶせてバーって刺してるように見えるけど、どこに何を刺さなきゃいけないって分かって刺してるので、そのためにねそれを頭に入れるためにも下書きとか書いてたりで、なんていうかな、この毛をさ今手先で分けてるじゃない。でこの分けた毛をしっかりと植毛する前にこう顔に貼り付けるときにマジックのその下書きの位置とか、あとはその顔の凹凸の形とか目で確認して、でこういう形状にしなきゃいけないなって、この部分のピンポイントでねこういう風に毛を入れなきゃいけないなって頭でイメージをして貼り付けてやってるんだからね。みんなもやってると思うんだけど、無意識のうちにね。決してなんかこう適当にどんどん刺していってるわけではなくて、もうほんとこの一つ一つ刺す時に毛をなんていうかな、この植毛した後にどういう流れ、どういう形状にならなきゃいけないかっていうのをしっかりと考えながらは入れてます。でこうやってねハサミでカットする時も当然そう、ハサミを入れる前にどういう風に形になるようにカットしようかなっていうのは思いながらこれカットします。で今このブラシかけてるんだけど、ちょっとほら今頬の毛少し上向きに流してたじゃない。でこれはちょっとイメージをつかむために毛の流れつけて、最終的にこういう風にした方がいいなとかっていうのをこうイメージしながらやったりしてるんだよね。ちょっとねこれはもうここはね僕の本当感覚の話だからなかなか説明するのが難しいんだけども、とにかく伝えたいことは漠然と目の前の作業をただやるんじゃなくて、今ね顔の横つけてるけど、ここならこの小さなピンポイントの部分をしっかり見て、どういうふうに
刺さなきゃいけないか、どういう形になるんだっていうのをしっかりとイメージしてやってるんだよっていうことを言いたいんだよね。それがねすごく僕は大事だと思うので、ぜひねそういう風に考えながらやってみてください。多分ねみんなやってるんだよ、無意識に。間違いなくやってると思うから、それをねどれだけ意識するかしないかで仕上がりはもう全然変わると思うから、ものすごい意識してほしいんだよね。でここからね顎の裏をやっていくんだけども、こんな感じで実際にこの顎下とか、あとマズル付近とかもね毛を入れた方がリアルになる。もう少し小さめの作品だったらこの辺はねメリノを使わないでコリデールとか使って差し固めちゃったりすることもありだし、いろんなやり方があるからね。でもちょっとできるだけ頑張って植毛してあげた方が、ちゃんとね毛が生えているような表現ができるので、その方がリアルにはなるよね。なのでちょっとねここも頑張ってね差し固めで作るんじゃなくて、ちょっとぜひねここも植毛で仕上げるようにね、ちょっとねぜひねチャレンジしてみてください。できるだけねやっぱりその植毛をしっかりしてあげた方がやっぱりねリアルには見えるよね。だけど部分的にはやっぱり差し固め、植毛でなんていうかな、この毛が生えてる表現をさえすればリアルになるかって言ったら決してそんなことはなくて、やっぱり部分的に逆に差し固めで作った方がリアルに見えるし、全く違う素材を使った方がすごい表現力が上がったりとかね。とにかく表現の仕方は自由だから、あまり固定概念を持たずに、どうやったらリアルに作りたいんだったらリアルになるだろうを考えてみればいいんだよね。もうやっぱりねどうしても結構頭固くなっちゃうと、なんか固定概念にとらわれちゃって、羊毛フェルトだから絶対に全部羊毛で作らなきゃダメとかさ、あるいはもう絶対に植毛しなきゃダメとかさ、そんなのは別にどうでもいい話であって、大事なのはその何をしたいかだからね。もう常に言うんだけども、その目的、何をしたいのか、どうしたいのか、どう表現したいのかだから、それが達成できれば別にどんな手段を用いたっていいわけだから。大事なのはどう表現するかだからね。そんなところでね、もう少しね気楽に構えてやってったら楽しくなるんじゃないかなと思います。あんまりね真剣にねやりすぎるとさ、なんていうかな、楽しみながら作れるものがさ楽しくなくなっちゃうじゃない。いろいろ研究しながらやってみると、もうちょっとね気楽に構えて楽しくできるんじゃないかなと思います。で今ねちょっと作業の話で画面の方を見てほしいんだけども、今ねなんていうんだろう、顎っていうか口角の部分で、最初ベース作る時に言ったでしょ、顎のラインが一段ガクンと上がるんだよ。でこの感じ、この形を見失わないようにしてほしいよね。ここの植毛の時って気をつけて、まめに植毛しながらこまめにカットして、で形を整えながら作ってほしいんだよね、この辺は。でこの辺にハサミ入れるときはね、もう少しずつ少し長めにカットしてて、もう少しずつ短くしていくっていうような、もう修正可能なようにしておく。やっぱりこのちょっとね複雑な形をしているのにこの毛に埋もれちゃうところっていうのはもう十分注意しながら、もうほんとこれ今も少しずつやってるでしょ。毛を少し起こしてはカットして、起こしてはカットしてって。でよければね反対の方もやっていきます。
はい、この辺からねちょっとまた解説していくと、口元、唇付近っていうかな、ここの辺まで毛を入れたら、ここからさ、ほら口元の毛ってさ、ほら色が変わっていくじゃない、黒っぽくとかね。でその子の写真よく見て、どういう風に変化していくか、ここもね毛色で表現したいと思います。で僕がね見ながら作ってる子はね、口元が少しずつ黒っぽい毛になっていくので、口元に少し黒っぽい毛を入れていきます。ここもねグラデーション色で使ったような色を入れていきます。でしっかり毛を起こしてカットしていってあげる。ここなんてね顎の先端だから丸みを帯びた形になるから、少しずつ形を整えながら切っていく。これねバリカン僕は使うけど、慣れてない人はねバリカンやめた方がいいと思う。ここはハサミでねこまめに切っていった方がいいと思う。できる人はねバリカンの方が早い。はい、じゃあね引き続きね進めていくので、作業の方見ていってください。はい、ここからねマズルの植毛に入っていきます。でこれもねマズルのところの植毛も、どうやってやるのがコツかって言ったらね、細かくやっていくこと。1回に入れる毛の量を減らして、1回に植毛する面積をね小さくして、もうこまめにやっていくしかないです。僕ねそれでもまだ結構ね大雑把にやるんだけれども、本当にうまく綺麗にやる人はもっと、多分今僕がつまんだ毛の量の3分の1とか、もっとね細かい量でやってると思うんだけど、最低でも今僕が持ってるぐらいの毛の量に抑えてやっていった方がいいです。でここもこまめにカット、とにかく細かく入れてこまめにカット、これをね繰り返していってください。で僕はなんていうかな、この唇っていうかな、唇側から攻めていきます。毛の流れ考えたらそうなるよね。でしっかりと折り返す時に毛の流れ考えて、しっかり折り返してやって根元させてあげる。で毛をねしっかり寝かしつけるようにして、ここは毛はねふわっとさせる部分じゃないので、しっかりと寝かしつけてあげて、でカットしてあげる。はい、そんな感じでね、植毛を進めていくので、とにかく細かく進めていってるよっていうことと、あと細かくカットしていること、あとこまめに多分ね形を整えながらやっていってるので、そこをね注目しながらちょっとね作業の方を見てください。
はい、鼻のね先端部分までだいぶね植毛が終わってですね、こっから先は唇、下唇の時に黒っぽい毛色を入れたと思うんだけども、その時と同じ考えでこの辺もね毛色だいたい濃くなってくるでしょ。そこをね少し色付きの毛を入れていきます。でここの毛色の濃さっていうのも当然そのモデルの子の毛色に合わせてやってあげるっていう風にしてください。あんまりね細かい部分の色をつけたい時はペンとか使ってさ、差し色入れるのもいいんだけど、でも基本的にはやっぱりその毛でやってあげた方が綺麗にはなる。失敗のリスクも少ないし。でね、カットしたらしっかりと毛の流れ出しながら、しっかりとここもね形が埋まっちゃうから、そこを形整えながら自分の表現したい形をねしっかりと作っていきます。でこの表現したい形っていうのがベースの時にしっかり作り込んだ形だからね。だからもうベースの時にしっかり形を作り込むっていうのがすごく大事になってくる。はい、こんな感じです。まずはねマズルまでの植毛が終わりました。はい、今回の作業はここまで。はい、それではね植毛後半戦いきます。今回はね頭の上の方ですね、口元から上の植毛を入れて完成をさせていきます。でね、今入れてる毛の色ね見てほしいんだけど、ここはね真っ黒な毛入れてます。最初ね混毛する時に茶色と黒を混ぜたと思うんだけども、その毛じゃなくてほんと純粋に黒一色の毛をね入れてます。でこれはねモデルの子によってね当然変わってくるんだけど、そのモデルの子がどこがどういう毛色になっているのかで変えなきゃいけないんだけど、今回はねなんていうかな、この子を作るにあたってモデルの子の写真出してないから、ちょっとねざっくりと適当に作ってる、適当って言ったらあれだけどね、まずはチワワの作り方の練習の動画だから、うちの子オーナーみたいに似せるためにっていうことで作ってるわけじゃないので、ちょっとね大雑把にこの辺はね処理してるんだけども、で何が言いたいかっていうと、とりあえずその同じ黒い毛色の部分を表現するにでも濃い黒、漆黒の黒を使う部分と、混毛の時にね茶色を混ぜて柔らかい感じの黒作ったじゃない。でそういった毛を部分的に入れたりとかっていう風に、同じ顔の中でも濃い黒を入れる場所と、あるいはちょっと茶系の黒を入れる場所とっていうのをうまく使い分けてあげることで、顔の黒一色じゃね顔の凹凸分かりにくいじゃない、写真撮る時とかも。でそういうのをより見やすくするためになんていうかな、その部分的に漆黒の黒を使うのと茶色を混ぜた黒を使う部分っていうのを使い分けた方がいいです。僕はね大体大体そうだね、顔の中心部分っていうか頭のてっぺんから鼻先までのその中心線になる部分、そこは濃い色にします。それが茶色い子だったとしてもね、比較的そこはね濃くなっていくと思うので。はい、今ね画面の方はね耳の根元っていうかな、そこ毛がねしっかり奥まで入らないので、そこはちょっとね下地にピンクを入れてます。でピンクを入れたら耳の前面の部分だね、その部分に植毛していきます。でここに入れる毛はちょっとね茶色が混ざってる明るめの黒っていうかな、それをね入れるようにしてます。でね、この辺はね毛の流れねしっかり流す方向を考えながらね、やや下っていうかね向きに流しています。で今回作ってるのはねロングコートチワワだから、この植毛の顔のね顔面の植毛方法なんだけど、今見てわかるようにねこの貼り付けてる部分が5ミリぐらいを貼り付けてるんだけれども、そして折り返して、で根元しっかり毛の流れ出してやって刺してから、少しね毛を寝かせてやるイメージね。こんな感じで植えて少し軽くカットして、で毛の流れ作りながら少しずつ進めてください。
はい、こんな感じでね、作業の方 2.5 倍速で流していくので見ていってください。まあ少しずつね、食毛を進めていってこんな感じで、こまめにカットしてあげる。で、慣れてない人はハサミの方がいいです。まあバリカンの方がね、慣れてきたら綺麗にできると思うんだけども、まあ、こんな感じで買ってあげて、無駄毛はしっかり処理してあげてね。で、今手に取ってるのは真っ黒な毛ね。顔のっていうか頭の中心線、そこには黒い毛をずっと入れていきます。ここね、真っ黒な毛を入れてます。まあこんな感じでね、植毛を進めていって、でよかったら、大体こう見えてきたよね、完成が。でよかったらカットしてあげます。でね、これね、カットしたら分かると思うんだけど、その真っ黒い毛を入れたところと、抹茶系の黒を入れたところで、これ今、なんとなく分かるよね。色が違って見えるの、光の加減で。で、この表現をしてあげないと、全部真っ黒なね、毛を使っちゃうと、どこがどういう形になっているのかはっきりちょっと画面越しには映らない。特にこう作品として作って写真に収めるときに、なんていうかな、もう黒一色で作っちゃうとただただ真っ黒で凹凸が見えないから、なかなかちゃんと作ってるのに伝わりにくかったりするからね。で特にうちの子オーダーだったらなおさらだよね。しっかり見せてあげたいのに正しく伝わらないことが起きちゃうんで、それをね防ぐためにも、少ししっかりこの色分けをして植毛してやるっていうことをちゃんとやってください。でこのね、もう目の付近とかはね、もうとにかく細かく、もう時間かけてやるしかないかな、慣れてないうちはね。で今僕もね結構な量今ガバッと入れてるけど、これより少ない方が失敗のリスクが少ないから、もう少しずつ根気よくやっていった方がいいです。でこの時ね、目の近く毛を入れているから、針でニードルで眼球刺さないように十分注意してね。
モデルのこのなんていうかな、そのトリミングの仕方によって顔のね毛の長さもこういろいろ違うじゃない。あえてこのほっぺた付近長くしてる子だっているし、カットしてる子もいるし、だからそのモデルの子がどういう毛の長さっていうかね、トリミングしてどういうカットになってるかっていうのも真似してねカットしてあげなきゃいけないから、まあとにかくモデルの子の写真をよく見ながら、作るっていうことが当然大事になってくるからね。で今ねこの入れてるとこさ、途中でこう模様っていうかな、毛色が変わるじゃない。でこの辺なんてこの目元ね、目の横とか模様の入り方とか角度とかで、こういったところはやっぱりね細かくやってあげないと模様の入り方っていうかな、そこがずれちゃうから、でずれないためにはやっぱりその、細かく丁寧にやるしかなくて、今これはねかなり大雑把にやってるけど、もしうちの子オーダーの作品だったらもっと丁寧にやってます。これはね、そこはちょっと勘違いしないでほしいんだけど。いよいよねまぶた付近のね植毛に入っていきます。で特にねここはね難しいと思うんだけれども、ほんと針先使って細かく作業していく。でまぶた付近のその毛の流す方向ね、これも一応この図の感じだね。猫の時とあまり変わらないんだけども、目元に沿ってしっかり流れを作ってあげる。でその他のね周辺の毛としっかり毛の流れを合流させてやるっていうかな。極端にね目元だけが違う方向を向いてるんじゃなくて、しっかりと他の毛の流れともなじませてやるっていうことでしっかりやってください。はい、大体ね植毛が終わったら目の上のね茶色い部分のね模様を入れていきます。でここもね結構ね難しいと思うんだよね。ずれちゃうことが多くなったりとか、あとはこの模様がねすごく小さく作りたいのに大きくなったりすると思うから、もし難しければこの辺一旦全部黒で植毛してから、猫の時にほら虎模様とか後から入れたじゃない。あんな感じでその必要な埋めたい部分だけ後から茶色入れるっていう手もあるしね。でこっちの初めからこうやって茶色入れてってってやりたい人はそれでもいいし、難しいっていう人はね後から茶色を入れるっていうやり方でどちらでもいいです。でもこの辺も少しねほんのちょっとの部分なんだけどグラデーションを間には入れてあげた方がいいです。
またねこの辺はね後でねカットしたりしてね整えるんだけど、だいたいよかったら今度はね鼻っ柱、ここのね植毛していきます。ここはね僕は基本的に貼り付けです。この眉間の方に流れる毛あるじゃない、その辺はこう少しこう毛の流れ作ってふわっとさせておいて、あとは鼻っ柱の部分はもうこのままの流れでしっかり固めてあげます。で鼻先、完全に鼻を後からその樹脂粘土の鼻を装着する部分までしっかりそこまで差し込んで差し固めて、でそこから折り返してっていうことをねやってます。こんな感じでね折り返して、でまた上から毛の流れね一応ね作りながらねしっかりと差し固めるというか貼り付けるというかね、しっかりあれします。で余分な毛を少しカットしてあげる。でね、だいたい顔全体ね毛が入ったので、ここからね少しもう微調整をしていきます。長い毛をカットしたりとか、あとはね毛の流れをもう一度しっかり作ったりだとかね。で特にねこの目元のなんていうかな、この凹凸を出さなきゃいけないところだったりとか、こうやって今やってるようにね口元もう少ししっかりはっきりぼやっとしてるから、そういうところをもう少しずつね今形をなんていうかな再形成していくっていうか、ぼやっとしてる部分をしっかりと表現していく。で今この目の周り刺してるでしょ、これ毛の流れを作るのと、あと結構ねしっかり刺してるのね。でこれ何をしてるかっていうと、ベースの時にもしっかりこう目の周りしっかり凹凸作ってたじゃない、あれをもう一度こう毛に埋まらないようにもう一度毛の上から刺し固めてっていうかな、毛を寝かせることでその凹凸をしっかりと表現してやるっていうことをやってます。でちょっとね今からやること、これ目打ちを刺してグッとね裏からね目玉ね押し出してるんだよね。でこれはねなぜやったかっていうと、作ってるうちにどうしてもさ、ほらなんていうかな、ベースがやっぱりやばい部分があったりして、こう目玉のね角度が変わることあるじゃない。ちょっとこの図を見てほしいんだけど、これ横からの断面図ね。で目玉があってさ、で目玉のベースがあってって作ったじゃない。だけどどうしてもねしっかりある程度固めててもやっぱり作ってるうちにね沈み込んじゃって、こうやってねガラスの目玉が角度変わってしまう時があるじゃない。そんな時に修正の仕方の一つの方法として目打ちとかでグッと刺してね、でこれを裏から押し付けてやる。すると目玉がグッと元に戻ってこの目玉の角度を変えることができる。ただしこの刺す時にガラスに直接当てるんじゃなくて、あくまでもベース自体を押し出すっていう感じね。でガラスに当てないようにする。そんな風にね修正してあげると目玉の角度が変わってしまった時に簡易的にだけど修正できるよっていうところで、あまりねこれ何度もやることはお勧めしないからね。何度もやってしまうと目の裏のベースがぐさぐさになってしまってスカスカになっちゃうから、逆に今度また作業してるうちに目がへこんじゃったりするから、やっても 1,2 度ぐらい一つの方法として覚えておくといいんじゃないかな。今度試しにねやってみる。はい、こんな感じでねだいたい顔が整ったら、次アイラインっていうかな、目のね縁のね表現をしっかりしていきます。で今手元で作ってる色はねピンクとグラデーションの時に使う黒、白に近い黒をね混ぜ合わせたものをね使ってます。あまりピンクのねしたやつを入れちゃうと不自然になっちゃうから、ちょっと自然な色をね
入れるようにしてます。でそれを、目の縁にしっかりとね刺し方みたいな、アイラインっていうよりもその目の縁のなんていうかな、その肉付きの表現っていうかな、なので少しね太めではないんだけれども、アイラインを入れるよりは太めで、目とまぶたの間に入れるんじゃなくて、まぶたの上にかぶせていくような感じで作ってます。で今回はねこうやって羊毛でやってるんだけど、本当にすごいリアルに作ろうと思ったら、この辺もね樹脂ペーストとか使ってさ、で上から塗ってあげてコーティングしてあげてってやると、例えば犬の唇とかさ、ああいうとこも、あと目のね今作ってる部分とかさ、そういう部分はまた違う素材使った方がよりリアルになるんだけど、両方やってね、こういう風に目の縁を入れてあげるとちょっとねまた違った表情になります。はい、ここからね鼻を入れていくんだけども、ちょっとね鼻の作り方ね動画撮るの忘れたからねちょっとはしょってるけど、粘土でね鼻作ってみてください。そんな難しい話じゃないんで。で鼻をつけるとき、僕は粘土で作った分ある程度ね少しそのマズルに埋め込みたいので、少しね刺して固めてからこういう風に鼻をつけるようにしてます、ボンドで。こんな感じでね。あとはね口元の毛とかもう少し黒くね表現したいんで、その辺の毛をね少し足していきます。ここもねいきなり真っ黒な黒一色とかって入れちゃうと、すっごいなんかこう口元だけ白々しくなっちゃうじゃない。手元作るときにさ、全身作ったときに指と指の間にこうほら黒い線入れちゃったりしたらさ、急にぬいぐるみっぽくなっちゃうのと一緒で、ここもこうやって入れるんであれば少し真っ黒じゃなくてもうちょっとだけやわめた色にしてあげる。白とかピンクを少し混ぜたような、これねちょっとピンクも白も混ぜてる色を入れてんだけどね、して口角の方までしっかりと入れてあげる。結構ね口元の口角の上がってる下がってるでね表情全然変わるので、この辺結構大事なんでしっかり入れてあげる。大体なんとなくね毛の流れもこうやって整えてくると完成が見えてくるよね。じゃあね耳の内毛っていうかな、耳の中の毛を少しね入れていきます。これもねその子の毛色によってちょっと違うと思うんだけど、今回は、ね、白とあと少し茶色混ぜた色をね入れていきたいと思います。こんな感じで入れた耳元の毛を少しめくり上げて、して刺したらあと折り返してね刺してあげるっていう感じです。でこの時に耳の反対側まで貫通しないように刺すことが大事かな。はい、耳の毛を入れてね、あとよかったらねもう一度毛の流れをしっかりと作ってあげる。でブラシで軽く溶いてあげてね、ふわふわの感じね。今回はねロングコートチワワなので、毛の長さを使ってしっかり毛の流れを表現してあげてね、それだけね作品の仕上がりとしてはねかなりねこう毛の流れすごい大事だからね。はい、こんな感じでね、ストレートの毛の子だったら、これで完成でいいんじゃないかな。でね、今回の作業はここまでにするんだけど、これね今ストレートだよね毛はね。で中にはさロングコートの子、毛縮れてる子いるじゃん、ちょっとカールしてる子ね。で次回はねそんなカールの入れ方をやります。はい、それでは最終的には仕上げに入っていきます。でねその前にねこの目を見てほしいんだけどね、これ今わかるよね。目に空気が入ってるの。要は
白目を作った時にガラスとの接着部分、ここにこう剥がれてしまってね、空気が入っちゃってるっていう状態で、これなぜ起きてるかっていうと、目玉作る時にも言ったんだけど、白目粘土で作ってるから、その粘土が、樹脂粘土がね、しっかりと固まる前にこうやって急いでつけちゃうとこれが起きちゃう。粘土がね、どうしても固まっていく段階で縮んでいくのでね、くっつけたんだけど、粘土のその縮む力に引っ張られてパカッとこれ剥がれちゃってるんで、でこうなってるんですよね。もう一回作り直さなきゃいけないので、最初ね作る時にね十分注意してください。はい、じゃあね次ね仕上げの話をしていきます。今ねこれ指で触っているとこね、耳とかね、頬の横の毛、それからね今胸元、この辺ね今見てわかるようにカールした毛が入っています。でこのカールした毛を入れることでだいぶ印象が変わるんだよね。これ比べてみるとよくわかるんだけどね、左はねこの前のレッスン最後の状況ね、ストレートの毛の状態で、右が今の状態でねカールした毛を入れてる。全然ねちょっと与える印象っていうか違うでしょ。でストレートの子だったらこのストレートのままでいいし、で中にはねカールしてる子もいるから、そういう時はこういう表現をしなきゃいけないよっていうところでね、これからちょっとやっていきます。でね、今回使う素材は何を使っているかっていうと、羊の原毛を使ってるんだけれども、これね、これなんだろう、羊毛屋さんに行ったら多分扱ってるとこ多いと思うんで、もうほんと借りっぱなしの毛で、これを使います。ちょっと自然な毛なんでね、結構毛色はランダムです。でもしそれがない人は浜中で出してる植毛カール、これ使ったりとか、あとは毛糸、普通の毛糸、太めの毛糸を適当な長さに切ってばらしてあげると、こんな感じ、これいろいろ混ざってるけどね、毛糸をばらすとこんな感じ、少しね軽くほぐしてあげるとこんな感じになるので、そんなのをね間に入れてやるといいんじゃないかなと思います。できればやっぱりその原毛とかほんと自然なカールしてる毛があった方が表現としてはね幅が広がるから、結構ねバラ売りしてると思うので、切りっぱなしのこういう毛ってね、そんなのね機会があったら手に入れておくといいんじゃないかな。僕もねこれ何種類も持ってます。いろんな自然なそのままの毛色のやつをね、染めてないやつ、茶色い毛色の羊のやつとかねいっぱいあるんで、はい、これを使っていきます。ちょうどねカールの大きさとかもねこう作品にちょうど合うぐらいなんだよね。でこうやってね色がいろいろ違うので、場所によってで作品と近い色の部分をこうやって適当に切っちゃいます。でね毛質としてはね結構硬いです、原毛は。羊の種類によるけど、それにしても硬いので、完全にバラバラにするんじゃなくて、軽くこのくらいでほぐしておいて、これを植えていきます。で今これはねすでに植えてあるからちょっと場所ないんだけど、ちょっとね今ニードルでめくってる部分、ちょっと首の横らへん、この辺をねちょっともう少し入れていきたいと思います。で入れ方としてそんな難しい話じゃなくて、植毛したところかき分けて、でその下にこうやって入れてあげる。で今これスピード針で刺してんだけど、結構ねさっきも言ったけど毛がね硬いです、原毛は。なのでちょっとね最初慣れないうちは刺しにくかったりするけど、でもこうやってしっかり押し込んで刺してあげればね、で折り返した部分も上から刺してあげればしっかりはまるので、で植毛してた上の毛をしっかりとかぶせて毛の流れなじませてあげると自然になるからね。じゃあ反対側、こちら側もね入れていきます。これだと今ちょっとね量が少ないんで少し足します。あまり一箇所にね多い量をドバッと入れちゃうと、そこだけ突然ね毛質が変わってでカールしてって不自然になっちゃうから、やっぱり少量をこうところどころに混ぜていくっていうのがいいです。でしっかり入れてあげる。これみんなこう意識的にすごいがっちりね絶対に抜けないように植毛しようって考えちゃう人いると思うんだけど、決してそんなことはなくてさ、おもちゃとかぬいぐるみとかじゃないから、
これを触ってさ子供が遊んだりするものじゃなくて、あくまでも鑑賞用だから、しっかり刺さってて自然に抜け落ちたりすることはしっかり刺していけばないので、その程度でいいです。刺し方っていうのね、どういうふうにこうリアルに見せるかっていうところの方を優先させてください。で無駄なところをカットしたらね、こんな感じ、かなりね印象変わるよね。ふわっとした感じが出るので、こういう風にして必要なところに部分的にどんどん入れていくっていうことをやってください。でね、次ね、レッスン動画の中で花の作り方を飛ばしてたので、改めて花の作り方を今からやります。はい、使うのはね樹脂粘土を使っていきます。これはねいろいろメーカーあると思うけど、使い慣れてる好きなものを使えばいいと思います。でね、もう一つあった方がいい道具はこれですね。スパチュラって呼ばれるヘラ。これじゃなくてもいいし、普通の木べらとかでもいいけど、ヘラがあった方が使いやすいです。Amazon とかでスパチュラで検索したらね出てくると思う。粘土ベラでもいいしスパチュラでもいいから検索したらこんなやつが出てくるので、多分10本セットくらいでいろんな形があって、でそれで、2,3000円くらいで多分買えるはずなので、1セット持っててもねいいんじゃないかなと思います。こうやってねいろんなものを作れるので。で僕はこれにアクリル絵の具を入れます。これ粘土用の色つけるやつとかも売ってると思うんだけど、僕は絵の具でやってます。十分なんで。でこれねやると練ると手がねもうすごい色ついちゃうので、これをね包み込むようにして、で手のひらでねコロコロね潰さないようにして、ね、グリグリ回していきます。で少しずつ圧力増やしていって、で少しずつこうやって手のひらで回していくと、そんなに手が汚れずに、中の絵の具が飛び出ずにこうやってこねていくと、こんな風にね粘土混ざってくれるので。でねこうやってやって失敗したらねブジュってこう中から絵の具出ちゃうんだけど、それでもそのままねこねり続けてれば粘土が全部飛び出た部分拾ってくれるのでね。はい、色がね混ぜ終わったらね、作業しやすい台の上とかに置いてねこねて形を作っていきます。でね、作品と合わせて花の大きさどれくらいかなって、で絶対これモデルの子の写真見ながらね花の大きさどれくらいかっていうのをこう比較しながら、で適量を手に取ります。だいたいこんな感じかなっていうところでね、今すでに花ついちゃってるけどね。でこれをこねて形を作っていきます。これあまり難しく考えずに、樹脂粘土で固まってしまうから、もし油粘土固まらない普通の粘土あるじゃない、ああいうので練習したら何度も練習できるからね。でそれで作れるようになったらね、樹脂粘土とか固めれる粘土でね作ってみるのもいいかもしれないし、あんまりこれ深く考えずに粘土遊びするような感覚で作るとね作れるのでね、いろいろやってみるといいです。でここでスパチュラが役に立ってくるんだよね。でこれいろんな形状があるんだけど、僕はねこの2つを使ってます。でこうやってね鼻の穴をねつけちゃいます。でその丸だけじゃなくてこのぼっこの部分、そこまで使ってこうやってグッと押し付ける。すると横から見るとこういう風に跡ついてるんで、ここをねこういうヘラ使って鼻の形状を少しずつ作っていきます。これはねどうやって作るかうんぬんじゃなくて、もうね犬の写真とか見て、猫の写真でもそうだしさ、とにかく鼻の形状どうなってんのかなって見て、でそれをね粘土細工で作ってみるっていうだけだから、あまりね難しく考えずにとにかく作ってみることが大事。はい、こんな感じでね少しずつ形を整えていきます。あとねこうやって少量でいいから手元に水を置いてやった方がいいですよ。なんか適当な入れ物を入れてね。で表面ね固まってくるし、ひび割れじゃないけどね割れ目できたりするから、それもねなじませるためにも水は必要で、少しずつこうやってね形を整えていくっていうことをやってください。あとねほんと写真見ながら、ほんとその子によって、例えば正面から見たらだよ、
三角っぽい形の花の子もいるし、まん丸い花の子もいるしさ、とにかく花の大きさだって違うし、犬種によってはね、この鼻の穴丸じゃなくてさ、潰れてる鼻の穴してる子だっているし、でね、鼻の穴の形、そして全般的な形を整えて、で最後ね、僕鼻の真ん中の線っていうか筋っていうかあるでしょ、あれを表現するときにはニードル使ってますね。ニードル、これで真ん中に線を入れてあげる。軽くね、押し付けて、こんな感じ。これ中心ずれないようにね、十分注意してで作ってあげると、こんな感じで出来上がります。はい、こんな感じね。だいたいいい感じでできてるよね。じゃあここからはね、樹脂ペーストを作っていきます。余った粘土を使ってね、さっき花の作り方で余った粘土を使って、その粘土と手芸ボンド、木工用ボンドでもいいしね、ボンドと、あとね、水でそれを混ぜるヘラ、これね、筆じゃないです、ゴムベラでね、適当なんだけども、樹脂粘土とボンドと水が1対1対1ぐらいになるように僕は適当に作ってるかな。でも途中混ぜながら硬さ見ながらね、いろいろ材料を足していきます。でこうやって木べらでもいいし、ゴムベラでもいいし、ゴムベラよりね木べらの方が多分やりやすいと思う。で混ぜてって、ちょっと硬いなと思ったら水足したりボンド足したりして、こうやってね混ぜていく。でこれ何に使いたいかっていうと、なぜこのペースト状にするかっていうと、やっぱりさ、粘土のままだとすごく薄く貼りたいとかさ、塗りたいとかっていうところに粘土のままじゃ使えないから、それを固形の粘土をペースト状にして塗りやすい状態にしてあげる。そのためにやってんだよね。でどこに塗るのかっていうと、ここ鼻とさ、今これはもうすでに塗ってしまってるんだけど、鼻とフェルト作品のね、つなぎ目があるじゃない。ポンって鼻がくっついてっちゃってるだけだけど、本物の印とか見たらさ、そういうとこってさ、溝なんて当然あるわけなくてさ、自然につながってるじゃない。でそこを自然に表現するために、この樹脂ペーストを使ってもう一回塗るんだけどね、こうやってこの隙間を埋めるように、そこの割れ目っていうかな、つなぎ目を自然に見せるために、こうやって上からかぶせていきます。少しずつ。パテ埋めみたいなもんだよね。こんな感じで埋めていきます。でこれね、乾いたら黒い粘土でやってるから勝手に黒くなります。でもし色が違ったら、その時はアクリル絵の具で色を塗ってあげればいいので。で犬の写真とかもよく見てほしいんだけども、この辺結構ツヤツヤしてるじゃない。鼻からほんとマズルにかけてね、すごい短い毛でさ、で毛があるのかないのか、肉の質感なのかさ、ピカピカ光っちゃったりしてるじゃない。でそういうところをしっかりこれで表現してるっていう感じです。余分なとこあったらね、ティッシュで取ったり、僕はもうほとんど指使うんだけれども。でこれね、いきなり作品にやったらね、すごく難しいと思うので、結構ね、せっかくうまくできた作品がね、失敗してこの辺デロデロになっちゃったらちょっとね困ると思うんで、最初慣れないうちはね、何かね、ちょっと鼻つける練習のね土台作ったりしてさ、でそこにつけて塗る練習なんかねしてからやった方がいいんじゃないかな。もう慣れちゃえばなんてことない作業なんだけども、あとはこの鼻の上にさらに粘土乗せてるから凸凹にならないように綺麗にならしてあげる。上から横から見てね、だいたい溝が埋まったら OK です。でこんな感じで乾くまで待ってあげる。はい、時間を置いてね、ペーストが今乾いた状態です。で色これ塗ってないです。もう乾かしたまんま。こんな感じでね、黒い粘土で作ってると黒くなってる。こうやって見るとね、この粘土と毛のこの融合じゃないけど、うまく自然にできてるでしょ。はい、ここからはね、鼻のツヤをねもう少し出していきます。
でね、今見せたように使っているのはね、艶出し用のメディウムを使ってます。なんだけど、これなかなか手に入らないと思うので、ない人は、ボンド、手芸ボンドを水で少し混ぜて、練ったものをね、こうやってティッシュとか筆につけてね、ちょん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 ってやれば、自然な艶出ます。でね、これ筆で塗ってもいいんだけど、やっぱりね、塗りすぎちゃうと、熱くなってね、花ピッカピカになっちゃうから、それはちょっと不自然じゃない。なので、自然な艶にするために僕は、筆で塗ったとしても最後必ずこうやってティッシュで上からポン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 叩くようにはしてます。これはね、ほんとボンドでやっても全然できる話なので、やってみてください。はい、こんな感じですね。はい、そしてこれがね、完成した姿です。これはね、メモ入れ替えました。このレッスン動画を見ながらね、何度も何度もね、作ってみてください。1回2回じゃうまくいかない。だけど、それを何度も繰り返すことね、やがてね、自分の技術になっていくので、ぜひね、リアルな作品目指してね、たくさん練習してください。はい、レッスンお疲れ様でした。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは、羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人や、もっとスキルアップしたい人、そんな人に向けて、リアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。